どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。この春から新生活を始められたりする方も多いんじゃないかなと思いますので、今日は最速で QOL を上げるために新生活で買うべき生活家電やガジェットを紹介していこうかと思います。初めて一人暮らしをされる方や引っ越して生活環境が変わる方はもちろん、新しい生活が始まるわけではないけども、今のライフスタイルをより快適にアップデートしたい方など、いろんな方に参考にしていただけるようにまとめて紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。今回は生活必需品というより、あったら便利というものですね。なくても暮らせないことはないけども、これがあると圧倒的に毎日の生活が快適になるというものを紹介していきたいと思います。価格も記載しておきますので、全て購入する必要はないと思うので、予算内で揃えられそうなものは揃えてみていただけたらと思います。紹介したアイテムは全て概要欄にリンクも貼っておきますので、気になった方はそちらからぜひチェックしてみてください。では、新生活で買うべき生活家電ガジェット、早速いってみましょう。新生活で買うべきもの、まずは時間がない朝に使うものをいくつか紹介してみようと思います。まず一つ目、スマート体重計ですね。一人暮らしとか新しい生活が始まると、今までと生活サイクルや食生活が変わったり、あと運動不足になったりすることで太りやすくなったという話をよく聞きます。実際僕もね、そういった経験があったんですが、そんな時期こそ自分の体を客観的に知ることがすごく大事になってくるので、体重計があるとね、いいですよね。毎日体重を測って記録するだけでも体の変化に気づけるのでいいんですが、これね、毎日記録するっていうのは結構手間なので、僕がおすすめするのはスマート体組成計です。僕が使っているのはアンカーの Eufy スマートスケール P3。 これは電源を押すこともなく、乗るだけで自動的に電源がオンになり、16項目にわたる体に関する情報を瞬時に計測してくれるスマート体組成計です。アプリ連携もできるので、計測したデータは自動的に全部アプリに記録されるので、毎日自分でメモって記録するのがめんどくさいという方にもね、おすすめです。一つ前のスマートスケール P2 Pro でもいいんですが、この P3 になったことで本体のディスプレイがリッチになって、大きな文字とカラフルなアイコンで確認できるようになったり、特に注目したい自分の体の情報を本体上でグラフで見ることもできるようになったりもしていて、今まで以上に視認性が高まっているので、見やすさを取るのであればこの P3 の方がね、おすすめです。はい、まずスマート体組成計ですね。で、あと時間がない朝におすすめなのは速乾性の高いドライヤーです。朝髪を洗った後にかけるドライヤーはね、本当に時間がかかるし、他のことが同時にできないので、時間がない朝こそ速乾性の高いドライヤーが必須になってきます。僕はノビーバイテスコムの NIB500A というのを使ってますが、これは美容師さん向けのプロ仕様のモデルなので、本当ね、軽くて扱いやすいし、強風で大風量なので髪がね、あっという間に乾かせます。こういったね、大風量のドライヤーって結構重いのが多くて、そういうのをね、ずっと使ってるのはかなり大変なんで、もう腕パンパンになるので、軽いのに大風量っていうのはね、助かるんですよね。さらにマイナスイオンケア機能付きなので、静電気を抑えながら乾かせるので、髪がまとまりやすくてツヤも出ます。速乾性の高い温風の強風モードと、柔らかい温風のスタイリングモードと、あと仕上げの冷風モードも使えるので、時間がなくてもバッチリ髪をスタイリングすることができます。毎朝の負担がかなり軽減されるので、こういった速乾ドライヤーを使うことで QOL がね、かなり上がると思います。あと身だしなみ系ですと、これは持っておいた方がいいと思います。鼻毛カッターですね。春は出会いの季節ですし、新しい職場に行く方も多いでしょう。そんな第一印象が大事な時に、もし鼻毛が出ていたりしたら、今後その方の陰でのニックネームは鼻毛さんに決まりです。そんなわけで鼻毛カッターも新生活におすすめです。僕が使っているのはパナソニックの鼻毛カッターです。パナソニック ERGN11 っていうシンプルでコスパの非常に高い鼻毛カッターなんですけども、他の上位モデルに比べて機能はほんとシンプルなんですけど、日常使いであればもうこれで十分だと思います。上下側面の2方向からカットできるデュアルエッジバーというのが搭載されているので、もうしっかりね、カットしてくれます。一応鼻毛だけじゃなくて、眉毛とかひげとかね、耳毛なんかにも使うことができます。シンプルな形状なんですけど、葉が直接肌に触れないような蓋がついたようなね、安全設計になっているので、鼻の中を傷つけることなく綺麗にカットすることができます。コスパも非常に高いので、新天地で仕事が始まる方、普段から話し相手の視線がどうも鼻に集まってるなと思ってる方、もしかしたら出てるかもしれないので、鼻毛カッターはしっかり持っときましょう。
続いてスマートホーム関連のアイテムを紹介していきましょう。毎日のちょっとした作業の利便性を上げるスマートホーム化は早ければ早いほど生活がはかどると思うので、ぜひ早めに導入してみてほしいです。まずはスマートリモコンですね。エアコンやテレビなど赤外線リモコンを使う家電をスマートリモコンに登録することでスマホアプリからコントロールすることができます。有名なところだとスイッチボットとかネイチャーリモとかありますけど、うちはスマートデバイスの製品ラインナップが非常に豊富なスイッチボットに全部まとめて集約しています。で、スマートリモコンはスイッチボットのハブ2というのを使ってます。赤外線リモコンをハブ2に登録することでスマホのスイッチボットのアプリからハブ2を通して赤外線信号を送ってエアコンやテレビなどの家電を操作できます。アプリから操作できるので、もちろん外出時に外から遠隔操作もできますし、タイマー設定とかオートメーション化っていうのもできるので、エアコンの切り忘れとかしちゃってもオートメーションで自動的に消したりとか、あとリモコンが手元にない出先からでも遠隔操作することができます。あとハブ2には本体に温湿度計も内蔵されているので、室内の温度が何度になったらエアコンをつけるとか、エアコンの温度を下げるとか、室温調整のオートメーション化っていうのもできます。表面のディスプレイにも大きく温湿度が表示されるので、部屋にいるときは目で確認することもできます。ハブ2を取り入れてスマートホーム化を進めるとめちゃくちゃ便利になって QOL 上がるので本当におすすめです。あと電化製品によってはリモコン操作ではなくてコンセントの抜き差しとか、あと物理スイッチのオンオフとかが必要になるものがあります。そういった家電もスマートホーム化できるんですけども、そういった家電コントロールするときに便利なのがスマートプラグです。これもうちはスイッチボットのスマートプラグミニというのを使っています。コンセントにスマートプラグミニを差し込んで、そこに家電の電源コードを差し込む、この間に挟むということですね。こうすることで電源のオンオフをスマホや音声で操作できるようになるので、こちらも家電の遠隔操作、スケジュール管理などもすることができちゃいます。これも地味なアイテムですけども、生活がめちゃくちゃ便利になって QOL 上がります。おすすめです。あと新居でまず最初に取り入れた方がいいかなと思うスマートデバイスがスマート電球ですね。ライトって暮らし始めたらすぐに使うものになると思うので、これもねスマート電球にすると非常に便利になります。部屋に備え付けの電球ソケットや電球を取り付けるタイプのスタンドライトとか、そういったものは物理的にスイッチをオンオフする必要があると思いますけど、このスマート電球であればこれもスマホアプリからオンオフできちゃいます。でスマート電球もいろいろあるんですが、おすすめはプラススタイルのスマート電球ですね。でこの電球自体がスマートデバイスになっているので、ハブを必要とせずこれ単体でアプリからコントロールできます。光の強さはもちろん色味も変えたりすることができるので、ちょっと暖色の柔らかい雰囲気の部屋にしたいなとか、あとは蛍光灯色みたいなすごい明るい白色に近いような明かりにしたいな、そういった色味の調整も部屋の雰囲気に合わせて簡単にできるのが嬉しいところですね。もちろんタイマー設定やスケジュール設定もできるので、何時から何時には電気を点灯させるとか、日が沈んだら点灯させるっていう命令を入れたりとか、そういったオートメーション化ができます。ライトがスマート化されると本当に便利になるので、これはねまず最速で取り付けることをお勧めします。でこれらの電球やスマートプラグやハブ2のようなスマートリモコンを使えばアプリから家電を操作することができますが、アプリを開くのも面倒、アプリを開かずに音声だけでコントロールしたいという思いを実現するのが音声アシスタントですね。この音声アシスタントを導入するとスマートホーム化が一気に加速します。有名なのはアレとか Google とかでコントロールするあれですけども、うちではGoogle の方の Google アシスタント搭載の Google Nest Hub というのを使っています。Google アシスタント搭載のスマートデバイスはいくつかあるんですけども、うちではディスプレイ付きで時計のデザインがねとても可愛いこちらの Nest Hub というのを使っています。先ほどの Hub 2のようなスマートリモコンとも簡単に連携できるので、家電を音声でコントロールすることができるようになります。で音声アシスタントってぐらいなので、こちらの声の操作だけでなく音声でいろんな情報をくれたりするので、使い道の幅結構広くて、今日の天気はって尋ねたら現在地の今日の天気を詳しく教えてくれたり、明日のスケジュールはと問い合わせれば Google カレンダーに登録された明日のスケジュールを読み上げてくれるし、3分測ってとか言えば3分後にアラームを鳴らしてくれたりします。ソファーで寝転びながら Google 電気つけてとか
Google 今日の天気はとか話しかけて Nest Hub が実直に対応してくれたりするとちょっとね申し訳なさすら感じるんですが、それくらいめちゃくちゃに便利です。本当に一生懸命音声アシスタントしてくれます。たまに旅行とかでホテルに泊まったりすると、もちろん部屋のライトとかをね音声でコントロールすることはできないので、これがねすごく不便に感じたりするんですよね。それくらいに自分の家で使ってると必要不可欠な便利なデバイスだなって感じます。音声アシスタントはね QOL ほんと爆上がりするのでぜひ使ってみてください。あと玄関周りのスマートデバイスもいくつか紹介しますと、まずはスマートロックですね。スマートロックは使い始めると生活が本当に変わります。うちもそうなんですけど、オートロックがついていないような普通の玄関扉でもスマートロックを取り付ければ鍵を使うことなく扉の開け閉めができます。うちで使ってるのはこちらもスイッチボットのスマートロック指紋認証パッドセットです。扉の内側に取り付けるスマートロックと外側に取り付ける解錠するための指紋認証パッドがセットになったものなんですが、このセットで導入することで生活がめちゃくちゃ軽くなります。スマートロックの方はもちろんスイッチボットのアプリと連携できるので、アプリで鍵を開けることもできますし、指紋認証パッドを使えば指紋を押し当てることでスマートロックを解錠することができます。あと暗証番号を設定すれば暗証番号入力でも解錠できるし、あとセキュリティカードが付属されているので、これをピッとね押し当てることで開けることもできます。でもやっぱりね指紋認証をちゃんと登録して指紋認証で解錠するというのが圧倒的に楽ですね。スマホもカードもねポケットから取り出すこともなく指先で開けられるっていうのはね、これ本当に楽すぎます。あと施錠をする点でもアプリ連携できるので、鍵を閉め忘れても外から遠隔で施錠することができますし、あらかじめ設定しておけば施錠から何秒後にオートロックがかかるという設定もできるので、本当セキュリティ面でも安心です。これも早いうちの導入をおすすめします。めちゃくちゃ便利なのでぜひ使ってみてください。で、あと玄関先であると便利なのはスマートドアベルですね。うちの玄関はモニター付きのインターホンではなかったので、このスマートドアベルを導入してみたんですが、これ普通のインターホン以上に利便性が高くなりました。うちで使ってるのは Google Nest ドアというものなんですけども、モニター付きのインターホンがない部屋でも玄関にこれを設置することで来訪者をスマホでお知らせしてくれて、リアルタイムでスマホで確認することができます。もちろん音声オートもできるので、スマホ画面がインターホンのモニター代わりになるということですね。で、スマホで見られるということは、もちろん外出していたり会社にいる時とかでも外からインターホンの画面を見ることができるので、自分が不在の時に例えば荷物の配達とかがあったら、外から荷物そこ置いといてくださいとかね、お願いすることもできます。遠隔でコミュニケーションを取れるというのがいいんですよね。先ほどの Google Nest Hub のような音声アシスタントと連携すれば、自分が部屋にいる時にドアベルが押された時、Nest Hub がピンポンってなって、で Nest Hub の画面にドアベルのカメラ映像を映すこともできます。それこそモニター付きのインターホンみたいに使えるということですね。で、この映像は全てクラウド保存されるので、セキュリティ面でも安心です。万が一このドアベル本体とか置き配の荷物とかが、持ってかれてしまった、盗難に遭ってしまったという時も、この映像が全部クラウドに保存されているので、その記録が残っているので、いろいろその後の対応っていうのもしやすいと思いますし、あと僕も経験がありますが、深夜の怪しい訪問者の確認とかもちょっと怖かったですけど、それもちゃんと記録されているので、防犯の意味ではこれもねおすすめです。モニター付きのインターホンがない方はこちら早めに取り付けてみましょう。続いて充電器関連をいくつか紹介します。まずはマルチ電源タップですね。これは必須になってきますよね。ガジェットが増えてくると USB デバイスをいくつかまとめて充電することっていうのが増えてくると思いますので、こちらもおすすめを紹介します。うちでもいくつか使ってますが、まずはこちらファーゴのサチカラー電源タップです。これまずカラー展開がすごい豊富で、いろんなカラー用意されているので、インテリアに合わせて選べるっていうのが嬉しい電源タップです。コンセントが4口ついているのと、あと合計 4.2A の出力に対応した USB-A ポートが2つ搭載されていて、複数のデバイスを同時に充電することができます。あとこれ壁のコンセントに差し込むと、この本体の上部がスマートフォンが置けるような爪がついているデザインになっているので、充電中にスマートフォンを定位置に保つことができます。これもね地味に嬉しいですよね。ただパワーデリバリー対応とかではないので、デザイン性とコンセントの分岐というのを目的として使うといいかなと思います。で、もっとパワフルにパワーデリバリーとかで充電したいという方であれば、こちらがおすすめです。アンカーのプライムチャージングステーションです。
こちらは最大 140W の高出力に対応していて MacBook Pro なんかも急速充電できます。ポートは多彩で USB-C ポートが2つと USB-A ポートが2つ、 AC コンセントを2つ備えていて最大6台のデバイスを同時に充電給電が可能です。あと本体にディスプレイも搭載されているので、これで各ポートの出力状況をリアルタイムで確認することもできます。 USB-C ケーブルとかで急速充電したいデバイスが複数ある方はこちらがねおすすめですね。これあれば結構安心だと思います。あと普段から iPhone、Apple Watch、AirPods Pro を毎日一緒に持ち歩く方にはこちらもおすすめです。ベルキンのブーストチャージ 3in1 ワイヤレス充電器です。これ1台で iPhone、Apple Watch、AirPods Pro が同時にワイヤレス充電できちゃいます。 iPhone はマグセーフでくっつけて最大 15W で充電できて Apple Watch は最大 20W、AirPods Pro は最大 5W の出力で3つのデバイスをまとめて充電することができます。普段持ち歩くそういったね3つのデバイスが全部ここで充電できるので、ここから持ち出していって出かけて帰ってきたらまたここに置けばいいので、それぞれのデバイスを持っていくのを忘れたりとか、帰ってきても充電し忘れるってことがないですね。あとねこれデザインもかっこいいんですよね。スタイリッシュでミニマルな洗練されたデザインなのでデスクとかインテリアにも調和します。ちょっと値段はしますけども、僕これね5年以上使っていて本当今でも使い勝手いいなと思ってるので、これ使えばね間違いなく QOL 上がると思います。続いて掃除用具とか衛生面の家電を紹介していきます。新生活で一人暮らしとか始めると掃除とかはねもう自分がやらない限りは自動的に部屋がきれいになるということはないので、こういったところも便利な家電に任せたり効率的に掃除できるようになると部屋をきれいに保てます。そういったわけでまずおすすめなのはおなじみですけどもロボット掃除機ですね。床掃除を自動化することで家事を効率化できますし、このロボット掃除機が通れるスペースを意識的に作るようになるので床にケーブルとか靴下とか散らかさなくなると思うので、そういった意味でも購入の価値はあると思います。でうちで使ってるのはアンカー UFI Clean X8 Pro with Self Empty Station というものなんですけど、基本的なゴミ清掃能力はもちろん高いんですが、これいいのが自動ゴミ収集ステーションがついてるんですよね。本体のゴミカートリッジってすぐに溜まってしまうので、これを自分で開けてね捨てるっていうのは結構煩わしいんですけど、これが充電ステーションに戻った時に自動でゴミ収集ステーションにゴミを吸い上げてくれるので、これめちゃくちゃ便利なんですよ。なので手間を極力省くならこのゴミ収集ステーション付きがおすすめです。あとこの機種は水拭き機能もついてるのでフローリングとかの水拭きもこれ1台でできます。それでねこの価格っていうのはねかなりコスパ高いと思います。でも水拭きはしなくていいやとかゴミカートリッジが溜まったら自分で捨てるので、そんな手間じゃないよという方は、エントリーモデルでも全然問題ないと思います。でアンカーの UFI ロボット掃除機のエントリーモデルでいきますと、今はアンカー UFI ロボバック G30 ってやつですね。僕これの何世代も前のエントリーモデルを使っていた時もありましたけど、もうその頃のモデルでもかなり清掃能力高かったので、この現行モデルも十分すぎるぐらいの清掃性能だと思いますので、こちらでねいいんじゃないかなと思います。ロボット掃除機を初めて買うのであればこちらから使ってみるっていうのはね全然いいと思います。でも部屋がそんなに広くないしロボット掃除機を置くスペースもないという方もいらっしゃると思いますので、そういった方にはハンディクリーナーがおすすめです。正直ね僕も最初に一人暮らしを始めた頃だったらもうこのハンディクリーナーだけで十分だったなって今考えると思いました。このハンディクリーナーも各社いろいろ出してますけど、僕が使ってるのはこちらですね。アンカーの UFI ホームバッグ H11 ですね。これとてもおすすめです。軽量コンパクトで蓋をすれば立てて置いておくこともできるので、広くない部屋でも使いやすい置きやすいハンディクリーナーです。ほんと小スペースに置いておけて使いたい時にスッと取ってすぐ使えるっていうのは結構いいんですよね。これ良すぎて僕ね3本ぐらい持っていて、このリビングとかあとキッチンとかあと隣の部屋でも手が届くところにね置いています。吸引力もかなり強力ですし、ダストボックスとフィルターは取り外して水洗いが可能なので、このメンテナンスも簡単なんですよね。非常にコスパも高いですし、これもね生活を快適にしてくれます。であと持っておいた方がいいと思うのが空気清浄機ですね。個人的にはねこれは必需品です。外から帰ってきたら服にほ
埃とかウイルス、花粉なんかをねくっつけて帰ってくることになるので、部屋の中の空気はね知らないうちにあっという間に汚れていきます。体に良くない物質なのに見えない汚れなので、綺麗にしないでおくといつの間にか体に蓄積されていって影響が出たりします。実際僕も以前空気清浄機を使っていない時期、今考えると考えられないんですけど、空気清浄機を使ってない時期もありまして、その時はね本当気管の病気にかかったこともね何度かあったんですよね。咳が止まらなくなったり、目とか首とかね痒くなったり、結構きつかったんですが、この空気清浄機を導入したらそういった症状がねピタッと収まりました。めちゃくちゃ効きます。当時初めて空気清浄機を使った瞬間に部屋の空気の変化っていうのをね実感したのを思い出します。スンとね森の中にいるようなマイナスイオンみたいな綺麗な空気っていうんですかね、そういうのが漂ってるなって感じになりました。なので空気清浄機はめっちゃ大事だと思います。で、うちで使っているのはエレクトロラックスの空気清浄機の Pure-A9 というものなんですけど、こちら空気清浄能力も非常に高く、お手入れもフィルターを2年おきに交換するだけとね非常に簡単で、デザインも北欧家具のようなスタイリッシュな空気清浄機でめちゃくちゃ気に入ってたんですけど、昨年末ですね急にこのエレクトロラックスが日本から撤退してしまいまして、ほんと急に撤退しちゃいまして、今から交換フィルターとかね買えなくなっちゃったんですよね。サードパーティー製のものでもいいかなと思いつつ、本当それがねちゃんと効果的なのかどうかちょっと不安でどうしようかなってなってて、なので今使ってるフィルターの交換時期があと半年とかなんですけど、この時期を迎えてしまったらもしかしたら本体ごと買い替えなきゃいけないかなってなってて、結構困ってるんですけども、エレクトロラックス使ってる方同じようなね悩みの方もいるんじゃないでしょうか。ちょっと困ってるんですよね。なのでもし買い替えるとしたらまたねこういったおしゃれで手間もかからないようなのを選びたいなと思ってるんですけども、もし皆さんこういうデザインも良くてお手入れも簡単な空気清浄機ご存知でしたらぜひコメントで教えてください。あと生活を楽にしてくれるという点では食器洗い乾燥機ですね。僕は一人暮らしなので使う食器の枚数も少ないし、いらないかなとずっと思っていたんですが、これね導入してみたらめちゃくちゃ便利だったので、新生活を始める方にもおすすめします。おすすめはサンコーのラクアミニです。工事不要で狭いキッチンでも置けるコンパクトな食洗機です。うちのキッチンはそんなに広くないんですけど、これほんとねコンパクトなので問題なく置けちゃいました。コンパクトだけど一人暮らしの 1,2 食分ぐらいの食器類はまとめて洗えるぐらいのキャパはちゃんとあるのでほんと助かってます。水はタンク式なので工事不要で、上から水を注ぐだけで OK です。洗浄力も非常に高くて手洗いをするより圧倒的に綺麗に洗えて乾燥までやってくれるので、これもね生活が楽になりましたね。今出てる写真はラクアミニですけど、うちで使ってるのはこれ色がブラックのラクアミニプラスというのを使ってます。これはねちょっと高い、3000円ぐらい高いのかな。なので色のお好みとか部屋にどっちが合うかとかあると思うので、それで好きな方のカラー選んでみてください。ここまで家事の効率化で QOL を上げるような家電をいくつか紹介してきましたが、エンタメ消費がはかどるガジェットもいくつか紹介していこうと思います。まずテレビにつなぐだけで一度の人生では見切れないぐらい豊富な映像コンテンツが楽しめちゃう Amazon Fire TV スティックですね。うちで使っているのは Fire TV スティックの 4K を使ってます。これね使ってる方多いと思いますが、まだ使っていない方は Fire TV スティックぜひ使ってみてください。導入をおすすめします。 YouTube、Netflix、Amazon プライムビデオ、ディズニープラス、Hulu などなど多彩な動画配信サービスに対応しているので、本当うちでは欠かせないデバイスになっています。コンパクトだし Wi-Fi さえつなげられればどこでも見られるので、旅行に持って行って宿泊先のホテルのテレビにつないだりして見ることもできるので、それもいいですよね。テレビで映像コンテンツを楽しみたい方には Amazon Fire TV スティック、特に 4K こちらおすすめです。 4K になるとリモコン操作とかも快適になるのでね、どれか買うんだったら最新のこの 4K 買った方がいいと思います。家にテレビは置かない、でも Netflix とか話題のコンテンツは大画面で見たいという方もいると思うんですけど、そういった方にはやっぱりプロジェクターがおすすめです。映像の明るさ、鮮明さ、コスパなんかで考えるとアンカーのネビュラカプセル3とかねおすすめです。ストロング感ぐらいのコンパクトなモバイルプロジェクターなんですけど、フル HD 解像度に対応していて鮮明で明るい映像が楽しめます。で、本体に Google TV が内蔵されているので、これ単体で Netflix とか Amazon プライムビデオなど主要な動画配信サービスに直
接アクセスできるっていうのもね嬉しいですね。あと垂直水平方向の自動台形補正機能とかオートフォーカス機能なんかも備わっているので、部屋のあちこちに置いても瞬時に自動的に快適な画角でちゃんと映像を投影することができます。一人暮らしとか、あと自分の部屋とかそんな広くない部屋だとテレビを置いたりしない方も増えてきていると思いますので、こういったコンパクトで高性能なモバイルプロジェクターがあるといいですよね。で、こういったモバイルプロジェクターも結局壁際に置いたり棚に置いたりしなきゃいけないんですが、そういったものを置くスペースもあまりないよという方におすすめなのがシーリングライトに取り付けるダクトレールです。うちでは共同照明の配線ダクトレールを使ってるんですけど、これが 1.5 メートルのダクトレールになっていて、シーリングライトのソケットに取り付けて、このダクトレールにプロジェクターと電源プラグを取り付けて天井からプロジェクターを投影できるようにしています。でこのダクトレールはプロジェクターを取り付けるというのはイレギュラーなやり方で、普通はライトを取り付けて壁を照らして部屋を広く見せたりとかに使うので、もちろんそういった使い方のために導入してもインテリアが格上げされるので、このね配線ダクトレールというのもおすすめです。あとペンダントライトをテーブルの真上に垂らしたいのにシーリングライトの位置がずれている時とかも、このダクトレールを回転させてテーブルの真上にペンダントライトが来るように調整することもできます。テーブルはここなのにシーリングライトがここからしか垂らせないとかね、そういったお部屋結構あると思うんですよね。そういった時もこの配線ダクトレールがあれば調整できるので、部屋を快適にしてくれるアイテムだと思います。そういったプロジェクターを取り付けたりとかライトを取り付けたりとか、そういった使い方ができるので、この配線ダクトレール、シーリングライトの位置に困っている方はこちらもおすすめです。あとはエンタメ商品にまた戻りますけど、例えば僕お風呂でバスタブで半身浴とかするんですけど、そんな時はこのフリーザーバッグに iPad mini を入れて Netflix とか見てるんですけど、その時にフリーザーバッグの中に iPad mini 入れちゃってるので音が結構こもって聞こえるんですよね。そういった時も高音質で聞けるように防水の Bluetooth スピーカーを使っています。これもあるとお風呂時間が非常に快適になるのでおすすめです。音が良くてコスパがいいのはアンカーのサウンドコア3ですね。高音質で広域から低域まで綺麗に出るし、 IPX7 の防水規格に対応していて水深1メートルまでの水没に耐えられるので、万が一バスタブに落としても大丈夫だし、シャワーとかのお湯がかかっても全く問題なしです。これをお風呂で使っていますが、本当これはいいですね。お風呂が楽しくなります。エンタメ消費はこんなとこですかね。で、こんな感じで一日中映像コンテンツとか楽しんでるとやっぱりね目が疲れてくると思うんですが、寝る前に使うと翌日もすっきりできるのが充電式ホットアイマスクです。僕が長年使ってるのはラルーナのエアアイマスク。空気圧による目元のマッサージと音感機能、あと音楽ヒーリングの3つの機能が搭載されていて、寝る前にこれで目元の疲れを取ると翌日ほんとすっきり起きられます。目元をじんわり温めてくれて空気圧で優しくマッサージしてくれるのでほんと気持ちいいんですよね。これも毎日使ってますが、ほんと生活が快適になるアイテムです。翌朝の QOL を上げるという意味でも寝る前にこちら使うのをねおすすめします。こんな感じですかね。ちょっといろいろ紹介してしまいましたが、全部買い揃えるっていうのは大変かもしれませんが、気になるものがあれば概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ生活に取り入れてみてください。そういったわけで今日は新生活の QOL を最速で上げるために買うべき生活家電やガジェットをまとめて紹介しました。このチャンネルではこうした暮らしに役立つ情報をいろいろお届けしていますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かったと思った方はグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。